じゃあまず自己紹介は、大島ゆかり、本名は津村ゆかりというんですけれども、香港では大島ゆかりと漢字で書いて大東ヤオカレイと呼ばれています。で今は、フィリピンの仕事が多いので英語名をイングリッシュ名をつけるということでシンシア・ラスター C から始まるシンシアと呼ばれてます。はい、経歴は、18歳で、東京に、私福岡県出身なんですが18歳で東京に、体育の先生になろうと思って、日本体育大学という体育の学校に行くんですよ。でそこで体育の免許を取ろうと体育の先生の免許を取ろうと思って行った時にたまたま友達と見た映画がジャッキー・チェンさんの「ヤングマスター」という映画でそれを見て私の仕事は体育の先生じゃなくて映画俳優それもアクションじゃないかとこれ私香港に行くべきだっても思ってそれからもう香港映画俳優になろうということを決めてからいろんな練習を始めたとそういういきさつです。武道を始めたきっかけっていうのは中学校3年生なので15歳ですかね、の頃に母親がなんか精神統一のために何か武道を習いなさいと。それはもう柔道でも空手でも剣道でも合気道でも何でもいい道とつくもの精神統一のために何か習えということで道場を見に行ったんです。で1個目に見に行った道場が空手の道場ですごくなんか子どもたちが礼儀正しくて感動していいなと思って空手をじゃあ習おうかなと思ったのがきっかけでそれから習い始めたらすごく今度は好きになってしまってずっともう空手のなんかこう試合に出たりとかそれからですねずっと、私はもう映画界に入ってしまったので映画界の中で、香港にいた時にカンフーを教えていただいたりとか、映画で必要な合気道だとか柔道だとかそういうことは武道に関しては結構いろいろ剣道であるとか、映画で使えるようなことはいろいろやってます。あと武道でやっぱり学べることっていうのは心の、集中というか精神統一だとか心をすごく武道っていうのは大事にするので私もすごく心っていうのは大事にしています。やっぱり武道っていうのは相手がいて相手を殴ったり蹴ったり受けたりっていう相手とのことをやるんですがテレビとかだと相手によってはやっぱり当ててはいけないで当たったように見えるとかそういうのはやっぱすごく苦手だったんですよ。で特に日本のテレビとかだと当たってはいけない当たったように見えるような動きをしなければいけない。武道と違うでよく私当たるんですよ。あらおかしいなと思ってたらみんなちゃんと避けてるのに当たるなぜかって避けた方に自分が追っかけていってたんですよ。でそっかいけない武道は武道テレビのアクションはアクションって変えなきゃいけないんだってすごい悩んだこともありました。でも香港に行った時に当てていいんだよって言われて当てていいんですか本当にいや痛かったらちゃんと相手がパッドを入れるから思いっきり蹴っていいよって言ってバーンって蹴ったりもうなんていうかな自分の特技というか空手をやってきたことを本当に蹴っていいでも本当に痛いんですよお互い蹴ってるから。でもなんかやっぱお互いできる者同士なんで来てくださる絡みの方とかも本当に武道ができる方なのでどうやったら痛いとかその距離感とかすごく分かってもらえる。で確かに痛いんですけどでもその痛さに耐えれるアクションっていうのでやっぱり本当に近いというんですかね。でも実戦で殴り合ってるわけではないですよ。ちゃんとある程度の手加減をしてやってるんですけどやっぱり本物に近いっていうのはやっぱ香港にあったので私はやっぱりこれだって思いましたね。もう最初から香港に行きたいって自分でもう思っていたので東京で香港っていうことに関する方とかを一生懸命探しました。で、もちろん最初に倉田康明先生を訪ねたりあとは真田広之さんを教えられた斉藤和之さんという方がいらっしゃるんですけどその方に会いに行って香港映画に出たいんだけどどうしたらいいかと相談したり
でその方たちを通じて今度は香港からプロデューサーの方が見えてるって言ったら会いに行かせてもらったり、私のアクションを見てくださいと言ってホテルのロビーとかで見てもらったり、実際にもうそうやって見てもらって、で頭のどこかに覚えててくださったプロデューサーの方がいて、で一番最初の映画はオーディションだったんですけれども、オーディションで運よく決まったのがこの「上海エクスプレス」という映画です。香港で憧れてた方っていうのはユンピョウさんですね。一番最初に見た映画がジャッキー・チェンさんの「ヤングマスター」という映画で、その中でユンピョウさんの動きを見た時に体操ができて武道ができる、なんか私も空手をやる前に体操をやってたんですよ。なんで自分も例えば椅子の上で宙返りをしながら蹴ったりとか、そういうところを目指したかったので、そのユンピョウさんの動きを見た時にこれだと思って、私の憧れのアイドルっていうのはもうユンピョウさんで、それから一番最初にお仕事を、させていただいたサム・ハン・キンポーさんって監督さん、もちろん俳優さんでもあるんですけどは、私の尊敬する監督さんで、今でも一番好きな監督さんです。やはり上海エクスプレスという私のデビュー映画を見てくれたフランキー・チェンという監督の方から、オファーがあって、ストーリーをお聞きして面白そうだなということで、出演交渉と出演、いろいろ、で OK で出演することになりました。すごくシリアスな方なんですね。なんで、すごく演技的にはユーモアな演技をされるんですけれども、本人はすごくシリアスで、すごく仕事に厳しい方でした。テキーラの役についてなんですけども、女刑事の役で、すごく強い女の子っていう役なんですけれども、役的にはそうですね、強い警察の、女性というか男みたいな女性っていうことですね。はい、結構監督の方からは強い女性の役を演じてほしいので、逆にちょっと柔らかいシーンを入れたりとか、あとですね、洋服的にも結構自分では着たことのないようなちょっと腕を出したりとか、ちょっと透けてたりとか、そういう衣装を女性的な面を少し出したいという監督の要望があって、逆に強い、警察だからこそそういうちょっとおとり捜査みたいなことが入るんですけども、そういう時に女性っぽい面を出してくれという指示がありました。この映画で、フランキー監督と、お芝居で、がいっぱいあるので、実はまだ広東語ができなくて、北京語を台湾で習ってきたので北京語ができたんですね。なので監督とは北京語で会話をしてました。それで、役のセリフはなるべく広東語をしゃべるようにして、どうしても長台詞で自分が感情が入らないとかいう時は日本語で喋って後でアフレコしてもらいました。なのでまだ広東語は下手でしたというかあんまり分からなかったので、監督との会話は北京語、セリフはなるべく広東語で、長いセリフは日本語でした。プールサイドのアクションシーンがどれくらいかかったかということなんですけれども、朝早く行って夕方までの1日であれば撮り終えたと思いますね。いつも香港映画ですごくカットが短いので、逆にシーンは監督の要望でちょっと長めに撮ってみようかっていう。でそれを本当に当たるところをスローモーションにしたりとか、
こう監督の方で演出的な要素をすごくこう意識されたシーンだったので、出来上がりも私見てなんかすごく好きなんですけれども、いい感じのアクションシーンかなと思ってます。あとエピソードであの日に私は怪我をするんですね。相手がこう棒か何かを振ってくるのを避けるタイミングと殴ってくるタイミングがぴったり合っちゃって、逆に避けきる前にバーンって当たってなんていうのかな、青技青技ができて、やっぱ顔はねどうしてもカメラに映るので青技ができて撮影ができなくなって、だから最後の方のシーンは右向きばっかりなんですよ。なぜかって左が腫れてるからよく今見ていただくと多分右の鼻が腫れてるので左こっち右向きばっかりの顔があると思います。倉庫のシーン、最後の倉庫のエンディングの倉庫のシーンの撮影にどれぐらいの時間を要したかっていうことなんですけども、あれはですねかなりの時間を要して何日撮ったか覚えてないぐらいですね。1週間は確実に行ってました。10日2週間、10日ですね。なぜなら鶏さんをいっぱい使ったんです、エキストラで。で鶏さんがだからアクションしてるところの横にいっぱいいるんですけど、鶏さんがだんだんなくなっていくんですよ、アクションでぶつかったり落とされたりで、その鶏さんが減ってきて撮影がやりにくくなったっていうイメージがあるので、鶏が200匹かなエキストラで上から降ってくるんですよ。あのシーンを考えるのにも監督とずっと1週間ぐらいかかったんですけども、何かがないとあそこでアクションが始められないから、何かをやろう、その一つ面白いネタをやろうって、それが最終的に監督が考え出したんですけど、チキンが降ってくれば爪が痛いから大騒ぎになるだろうっていうことでチキンを降らせようってことに、鶏を上から何百匹も最初監督1000匹っつったんですよ。1000匹のチキンを上から降らせるとか言って上にカゴ作って仕掛けしてやったんですけども、でそのやった時まではやっぱりねすごかったんですけども、絵的にもすごくすごいとは思ったんですが、撮影ではそのチキンが今度はアクションシーンでいるんですよ、周りに。でいないとまたおかしいから、毎日毎日チキンがいて、で毎日毎日やっぱ何匹か死んでいく、その中で撮影して、もうランチとかにチキンの弁当とか出てきたらもう絶対食べれないとかね、みんなスタッフのみんなもお昼ご飯はチキン抜きねとか言って、で私たち夜撮影してたんですけど、夜食とかでチキンのおかゆとか出てくるんですよ。もう絶対食べないとか言ってみんながチキン嫌いになったという、そのチキンさんとの共演が一番ちょっと辛かったですね。エンディングのシーンの撮影の途中にジャッキー・チェンが訪ねてくるっていう話があったんですけども、あれはですね実は自分で私が手をつけてたんですね、アクションシーンの。で私とジェフの戦いをずっとやってて、もうずっとやってるから2人でああでもないこうでもないってやりながらやってて詰まっちゃったんです。もう右手も右足も左手も左足ももう何を次やったらいいのかなんか詰まった時があって、ましてや私はベルトヌンチャクを持ってて、どうしようって思った時にちょっと休憩した時に監督がすごいジャッキー・チェンと仲が良くて、近くで撮影してるジャッキーがちょっと電話してみようとか言って監督がジャッキーに電話をして「いやここで撮影やってんだよ見に来ない?」みたいな、なんかそういうノリでジャッキーさんがブーって来たんですね。でジャッキーさんが見えて「どうしたの?」って言うから「いや今ここでこうしてこうやってアクションやってるんですよ」っていう感じから「いやこっからねなんかいいアイデアない?」って監督が私がヌンチャクを肩にかけてるここでストップしてるんですね。そこから何かないって何かないって言ってジャッキーが一手だけワンカットだけつけてくれたんです。じゃあこうやってこうし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 てはいポンって蹴ってこんなんでどう？すごいジャッキーの手だっていう、やっぱもう神様のようにさささってその動きがスムーズに出るんですね。その思い出のワンカットになってるんですけども、ジャッキー・チェンさんが私がパッてヌンチャクを手から一回外すシーンがあるんですね。
そこなんですけども、そのワンカットをジャッキー・チェンさんが現場に来てつけてくれたんです。で自分のアシスタントを2人連れて見えて、でじゃあ1人置いていくから何かあったら手伝ってもらってとか言って、で自分の現場に戻られた。兄貴かっこいいみたいな、そういうジャッキー・チェンさんが、私たちの現場にくださったワンカットっていうのがあって。なので僕はほうきを出すと、監督はほうきで棒にするからあなたは何を使うって言われたんです。で私にできる武器で、でも昔それこそ日本で子供番組をやった時にヌンチャクを使ってたんですね。ヌンチャクいいとか言って、でもヌンチャクが持ってるのおかしいじゃないですか、私が。なんでどうしようって言ったら、ベルトとかってなんかで昔ベルトをヌンチャクにしてっていうのを自分の中でイメージであったんですよ。なぜかって日本の刑事物語ですかね、武田鉄矢さんがハンガーをヌンチャクにされてた映画があったんですね。それでベルトがヌンチャクにならないかなと思って監督にアイデアを出したら「いいんじゃない?」って言ってくださって、でも今度ベルトが軽くて回らないんですよ。なんでうまくベルトとベルト両方を重りをつけて、縛ったりして重くしてちょうどヌンチャクになるようにしてベルトヌンチャクっていうのができて、現場で使わせてもらいました。映画のアクションシーンで難しかった点ですね。この映画はジェフやマークをはじめ外国の方が多かったんですね。で外国の方ってリーチが長いんですね。マークは小柄なんですけどもリーチが長いで、本当の格闘家の方々ばっかりで本当に蹴られると痛いんですよ。でもう本当に絵を見ていただくと分かるんですけど、本当にお腹とかうって入ってるんですよ。で私はこれ絶対痛くない方法を探そうと思って、普段はお腹の中にパッドを入れたりするんですけど、パッドじゃ効かないんですよ、あの人たちの蹴りは。なんで電話帳を入れたりとかいろいろ自分ででも太って見えたらねまたそれも嫌だしと思いながら自分の動きも制限されるし、で本当に痛くて、で手加減してくれとも言えないし、なんか本当に蹴られて吹っ飛んだりで落ちなくていいのに蹴られたその反動で落ちたりとかですね、フェンスのとこから落ちたりとか、そういうのがあったぐらい強かったですね。その外人の方々が本物の格闘家でリーチも長いし重い蹴りとかでそのイメージがすごくありますね、その映画に。マークに対する、印象なんですけども、以前にゴーフェっていう監督の映画で共演したことがあって、その時に私は中国拳法を使わなければいけないという時に、彼がすごく中国拳法得意なので教えてもらったことがあるんですね。なのでもう知ってる仲なので、すごく現場でも楽しく仕事をできたっていうイメージがあります。ジェフ・ファルコンさんのイメージなんですけども、すごいんですよ。速い動きが速くてちょっとゆっくりやってくれないと分かんないよっていうぐらいすごく速くて、また独特な中国拳法の動きって独特なんで、すごくやっぱりタイミング難しいんですね。で私たちは空手なんでまっすぐなんで彼らはヒュ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 って回ってくるからすごくタイミングが難しかったんですけど、ジェフも合わせてくれたし私も一生懸命ついていったし、すごく逆にリアルな感覚の絵が撮れたかなと思ってます。法拉利咩顏色好睇呢？綠色、黑色、白色、藍色、黃色。你哋戇居！法拉利最靚就係紅色。如果唔係偷翻嚟嘅，我都唔會轉色啊！架車唔係你㗎？你係邊個啊？咁你係邊個啊？我係呢度老闆啦。
我係皇家警察，而家過嚟偷車。良かった思い出はやっぱりお芝居をたくさんやらせてもらったってことですね。だから自分ではもちろん苦手分野だったんですけれども、すごく監督が粘ってくれて教えてくれるんですね。こういうふうにした方がいいよってすごく教えてくださって、で自分のやっぱり勉強になったお芝居の面でアクションもそうですね。他にやりたいことはないの、他にできることはないのって監督がすごく聞いてくれて、なんで自分が本当に出せたという、そういうことではすごくいい作品になった、私も好きな作品の一つです。今どうしてもやりたいことが、自分が引退する前に次のスター育成をしたいんですね。なので実家が福岡にあるので、福岡発アジアっていうのを私のテーマにしてるんですね、勝手に自分も福岡発アジアだったので、自分のテーマが福岡発アジアということで、自分の後輩を出したいなと、映画界にということがあるので、今、フィリピンに住んでるんですけれども、福岡に戻ってたまに行ったり来たりをしながら福岡で後輩を育ててるんです。でそこからやっぱりスターを出したいなと。で福岡発アジア、東京ももちろんですが、東京に行ったりアジア、香港、って今まで私が活動してきた地域に出るその後輩を育てたいなっていうのが今やりたいこと。そしてもう一つは今ウスーっていうのをやってるんですけど、武術舞と、書いてウスーは自分が今まで学んできた空手をベースに、カンフーだとか現場でいろんな方に教わったいろんないいところで、また映画的にかっこいいポーズだとか、そういうのをカンフーの音楽、その中国的な音楽に乗せて踊るんですね。踊り、あと型、武術を入れて、だから空手のようにやるんだけれども、もうちょっと柔らかくして、皆さんに武道をちょっと分かってもらえないかなという、一般的な方に広めたいなという。私本当にスタントマンになりたくて、でいつの間にか映画の主演とかやってたんですけども、それはもっと自分がいい役をやればもっとスタントできるよって誰かに騙されたんですね。でずっと映画の仕事をしてると主役をやれたっていう状態だったので、本当に私はスタントが好きなので、やっぱりスタントマン上がりって言われるのはすごく好きですね。嫌じゃなくて、逆にスタントマン、自分の精神的なものもやっぱりすごくスタントをやってスタントを成功させたりすると、すごくやっぱり嬉しい、自分が生きてるなって感じもするし、本当に子供の頃からおてんばだったんですね。そのおてんばが今やっと職業になったので、アジア一のおてんばって言われたいですね。